6番の松井が向かいました。ここで大木監督がベンチを出ます。審判に投手交代を告げたのです。ピッチャーイチロー、大木マジックと異名を取り、サービス精神もたっぷりな大木監督らしい演出でした。しかしノムさんは人気商売なのだから、イチローがユニフォームを着れば盛り上がる。つべこべ言わないで野球界のために監督をやってもらいたい。球界の未来を思ってイチローに対してあえて厳しいことを言っていたのかもしれませんね。こう語りました。大谷の存在は数字じゃない。野球をやっていた人間として本当に二刀流がアメリカでできるかどうかっていうのを見たいっていう気持ちは人より大きいかもしれない。日本で二刀流がいいとか悪いとかじゃなくて、もうアメリカが認めた。こんな強いものもない。まずは身長です。大谷がプロ入りしたばかりの時と同様にメジャーで活躍する資質は十分にあると語っていた落合。そしてその予測はすぐに現実のもお得なホットペッパービューティーで世界一かっこいいパパになってね。クーポンで1000円オフ。ダイナースクラブ、この1枚で一つ上のお部屋にご案内します。この初ホームランを放ちます。投手では4月1日に初登板、初先発、初勝利、まさに順風満帆のスタートを切ります。この年、投手としては4勝、打者としては22本塁打を放った大谷はメジャーリーグの新人。どいてほしいんですけど、どいてほしいんです。お布団引くから。じゃなくて、お布団引くからどいてよ。よいしょ。ちょいちょいて、ちょってな。
あ、ちょっと、はい。説だったんですけど、今日はとりあえず宇宙人特集ということでレプテリアンとプレアデス星人について紹介していきたいと思います。何言っちゃってんのって感じですよね。まあでもこれが都市伝説業界とかスピリチュアル業界目的地は右側です。お疲れ様でした。